こんにちは、シャチパンです。今回は一時ツイッターでもトレンド入りした白熊くんでおなじみ日立の家庭用エアコン生産撤退のニュースについてです。このニュースは個人的には結構大きな衝撃でしたが、一体日立に何があったというのでしょうか。日立は2024年7月23日家庭用エアコンの製造事業から撤退すると発表しました。日立のエアコンは子会社である日立グローバルライフソリューションズとアメリカのジョンソンコントロールインターナショナルの合弁会社から実はなっていますが、これらの保有する株式をすべてドイツのボッシュに譲渡することになりました。これにより日立は1952年から70年近く続いたルームエアコンを手放す形となり、長く愛された白熊くんももう終わりかと思われましたが、結論から先に言いますと、一応今後も日立のエアコンは日本で継続販売されていく模様です。いやー、良かったですね。もう少し詳しく言うと、まず日立とジョンソンの保有する全株式はボッシュに譲渡。次にジョンソンと現合弁会社のうち、もともと業務用エアコンの設計部隊であった静岡の清水事業所は日立のグループに戻しつつ、一方の家庭用エアコンを手掛ける栃木事業所は親会社のボッシュの新会社に組み込まれます。日立としては業務用エアコンの方は自社でやりつつ、採算性の低い家庭用エアコンに関してはブランド名の提供と販売サポートをし、ボッシュ管轄としたということになります。またすでに白熊くんをご購入されている方もサポートもどうやら継続のようですので安心できそうですね。どうでしょうか。消費者目線では相手先のブランドで製品を生産する、いわゆる OEM 生産になっただけで別に何も変わらないんじゃと思うかもしれませんが、経営の主導権はボッシュにあります。シャチパンとしてはここらが今後どう影響してくるかは要注目でしょうか。今回の件とは全然別件ですが、似たような境遇となったエンジニアの友人は、親会社になった外資メーカーと話や文化が全然合わない、よく揉めるだとか、もともといた管理職の人たちみんないなくなっちゃったんだけどとかいう話をしていました。こういうところ外資はシビアなところが多いですからね。ボッシュがどう舵取りするかは分かりませんが、願わくば穏便にことが進めばいいなと思います。なお今回ボッシュ以外ではアメリカで空調事業に強いレノックスインターナショナルやスマホやテレビ、白物家電まで手掛ける韓国のサムスンが買収の候補に浮上していました。個人的な勝手な印象としては、サムスンは過去のヘッドハンティングのイメージがシャチパンの世代的には強く残っているので、ちょっと行くのは怖いかなと思ってしまいますが、それにしてもこの冷蔵庫はなかなかデザインがイケてますね。一方ボッシュの主力製品は自動車部品、それ以外はシャチパンも全然知らないんですけど、工具や白物家電、エアコンなんかも手掛けてるようですね。ここらのシナジーを期待しての買収だったのでしょう。今回このニュースを聞いて、エアコンの動画でも今年日立を取り上げたこともあり、少し焦りましたが、皆さんはいかがだったでしょうか。日立はシャチパンが就活していた頃も人気のメーカーの一つで、同期も何人か言っていますが、あれから15年以上経ち、随分と変わってしまったなという印象です。シャチパンが就活してた時は、日立もプラズマテレビやビデオカメラ、DVD レコーダーなど手掛けていましたが、今や全て撤退。あんなにたくさんあったグループ会社もだいぶシュリンクされたように感じます。主な事業は利益の高い企業向けビジネスでしょうか。何でも手を広げてやるのは今の時代では難しく、特に我々の目に触れるコンシューマー向け製品は薄利な上に価格競争が厳しく、事業の存続すら難しいと聞きます。これは日立だけに限らず業界全体の流れでもあります。具体的には中国や韓国勢の台頭です。15年前は量販店にも数えるほどしか並んでなかった中国製や韓国製の家電も今や置いていないとこがないくらい並んでいます。技術は追いつかれ、
あるいは追い越されているものもある中での熾烈な価格競争。どんどん日本メーカーが追いやられているのを目の当たりにすると、同じエンジニアとして複雑な気持ちと、あれ俺もやばくねって気持ちになりますが、我々エンジニアはそれでも良いものを追い求め続けなければなりません。かつて日本がイケイケだった時にアメリカの製造業を食い荒らしたように、今では日本がそうなっています。先進国の通る道、時代の流れなのかもしれませんね。と最後少し趣旨とずれてしまいましたが、今回の動画はこれで終わりです。最後までありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね